こんにちは。4G はじめから攻略、パート15です。今回、本編がいきなりイベントシーンからになるので、前回の振り返りを少し長めに撮ってるよ。前回は、なぜか再度出現した恐竜化モンスターを無事討伐した一方、調査中だった筆頭ランサーたちが、謎のセルレギオスに襲撃されたシーンで終わりました。どうもレギオスの様子がおかしい。こいつが恐竜化出現の元凶っぽいが。ランサーが、調査から戻ってるみたいなので、話を聞いてみましょう。いよいよ、村上位のストーリーも最終局面だ。心していこう。
さあ、一度に色々起こりまくったぞ。情報量が多いな。とはいえ、やることは2つです。まずは極限化とおぼしきセルレギオスを討伐。それを達成したらすぐ町に戻り、クシャルダオラ防衛戦に加勢します。正体不明の激ヤバモンスをたった一人で討伐しに行くのか。まあ、明らかに人手足りてませんからね。精鋭っぽい数人がかりでボコられてたモンスターに、ソロで挑ませるのもどうかと思いますが。これまでの功績による信頼と捉えて、納得するしかないか。ですね。まずはレギオス討伐、参りましょう。いいね、受付嬢との会話、盛り上がるわ。クエスト名は、乱人すべてを断つ、イベントっぽい立ち位置ではありますが、難しいです。村限定ということは、ソロで極限討伐が必須なんだが、初めてだと苦戦は必至だよ。一応救済措置もあるっちゃありますが、正直焼け石に水です。さて、行く前にこれだけは準備しとくか。上解禁により、詰碁符がここで揃います。おい、調合確率 100% じゃねえのかよ。失敗したらリセットだったわ。爪の調合率は最近だと 100% ですが、昔は半端な確率だったんですよね。初期作品だと 55% だったので、それよりかはマシになってますが。確率上げるなら 100% でいいじゃんね。ビビったわ。ともあれ、これで準備は完了です。極限戦、頑張りましょう。邪悪でいけるか若干不安ではあるが、頑張ってくるか。あいよな。あう。あう。全員での送り出し、やはり染みますな。旅団全員が出てくるのも、おそらくこれで最後です。そう考えると身も引き締まります。今では旅団だけじゃなく、筆頭ハンターたちとギルドの大老までも期待を寄せてるからな。ハンターとしての格もだいぶ上がったよね。クエスト依頼文によると、極限状態は生物の域を超えてるとの記述もあります。そんなモンスターに太刀打ちできるとなると、世界観的にもほんのごく一部でしょうしね。生涯帰ってハンターも多いらしいしね。上位ハンターとしての意地、見せてやりましょう。
親の声より聞いた BGM 来ました。もっと親の声聞いてください。ここでは、試作品の交流石、進撃が使えるよ。到着まで少し待とう。それまでは対象で耐えるしかありません。チャークで極限レギオスは久々なので不安です。っていうか、でかいなこのレギオス。村上位個体の 1.5 倍くらいあるんじゃないか。でかいと腹下には潜りやすいんですが、攻撃範囲が広がって厄介です。潜りやすいのはいいんだけど、足までの距離が長くて届いてないな。サイズが違うと距離感がバグりますよね。別モンスターみたいに感じます。で早速列車か。この空中の詰め攻撃、めくられるから嫌いだわ。お約束の列車も食らってます。回復を試みますが。アイテム持ってくりゃよかったかな。あ、失敗。持ってくりゃよかったですね。やっべ、ぐだる匂いがプンプンしてきた。しゃがみによる列車回復時間は脱とリセットされてしまうみたいです。ちゃんと向き合うと、すごい厄介な状態以上だなこれ。レギオスのダメージ自体は軽いのが救いか。ただ、悠長にもしてられませんよ。多段攻撃食らったらすぐおつけんないです。回復のために距離取るストロークで、列車に削られちゃうしな。この辺焦ってるの分かりますね。操作が止まってますよ。しっかりしろ自分。こんなとこで落ちれないぞ。重要なストーリーの戦闘くらいは、無オツで駆け抜けたいものですね。まあ、カイブラキで普通に一オツしてるけどな。あの時は装備も揃いきってませんでしたし。というか、進撃はまだなのか。いちいち翼に弾かれるのだるいぞ。もうすぐ戦闘して2分くらいになりますかね。初心者だともう映っててもおかしくないですよ。対象も切れそうですし。私らも普通にお釣りかけたしな。邪悪は、盾つきが弾かれないのがまだ救いですね。ようやく来た。助手の口調がのんきすぎて、普通に腹立ったぞ。まあまあ、徹夜で用意してくれたみたいですし、ありがたく使わせてもらいましょう。この試作型進撃は、普通の進撃と同じ効果だけど、効果時間が少し長くなってるよ。しかも、再使用までのクールタイムも短くなってます。試作型の方が効果が高いとはこれいかに。現実的な話をすると、試作品で日常的な使用には耐えられないとかなんだろうけどね。少し壊れやすかったりするんですかね。交流石ってなんでできてるんでしょう。交流石の素材とかって特に言及されてないよね。恐竜結晶とか使ってるのかな。この時代は結晶はギルドに回収されないので研究機関でも利用しやすいんでしょうか。モンハンクロスでは恐竜結晶は生産アイテムになったんだよな。サンブレでは登場すらしませんでしたね。極限解除したらメッセージが、これブラキの時もなかったっけ。一応恐竜化解除とは別の現象扱いだからでしょう。恐竜化もだけど解除が成功しないこともあるよな。そしたらこのメッセージ一生表示されないよね。この極限クエは一度しか受けられないので多分そうですね。重要なことなんで最初に言ってほしいですが、交流石自体の説明にウイルスを抑制するとあるから察しのいい人ならわからなくもないのか。ともあれ解除さえしてしまえばちょっとでかい普通のレギオスです。ここでできるだけ削りたいですよ。レギオス素材自体は普通の上位のものしか出ないので倒すの最優先でいこう。交流石はこのクエストだけ2つ使えるみたいですが、なるべく再極限はさせたくありません。一時的に2つ持てるのも謎だけどな。試作型ってやはり小型サイズなんだろうか。さてエリチェンしましたがもうちょいかかりそうです。解除を見越して対象研いでるよ。ここで油断しておつったら嫌だからね。チャークで極限レギオスはあまりやりたくない感じだな。本当は片手輸送剣でも持てればよかったですが、なかなか汎用性ある武器が見つかりませんでした。スーパート前でフェイタルポイズンを作ったが、毒は極限との相性悪いからな。毒にしても最極のたびに治りますからね。恐竜ウイルスどんだけ強いんでしょうか。極限はウイルスの力をものにしたって言うけど、ウイルス側に支配権があるんじゃないかな。攻撃のランダム性が残ってるところとか、恐竜化の不安定さを感じさせますしね。生物の域を超えてるってのは、つまりまともな状態じゃないってことだよね。
完成する前の記憶とかは、おぼろげでも残るもんなのかな。家族や仲間の記憶があったとしても、こんな状態じゃ一緒にいられませんね。バイオとかに出てくる、ゾンビと近いものを感じます。見た目だけ同じようでいて、中身はまるで違うって感じだね。恐竜化は長く生きられないそうだが、克服してよかったのか悪かったのか。極限モンスターの欲求の源泉って何なんでしょうね。やっぱり戦闘欲とかになるんでしょうか。恐竜ウイルスが巻かれる理由を考えると、感染を広げることなんじゃないかな。おそらくゴマやシャガル以上の脅威でしょうし、だいぶやばい存在ですね。ああ、この蹴りやめてくれ。のけぞりで固められてしまいました。威力値でかいですね。チャーク的には切れ味消費が痛いな。ガードのタイミングつかみづらくて難しい。技物を積んでるとはいえ、レギオス武器にとっては重いです。あ、でも解除はできた。さすがにこのターンで終わらせたい。多分、もう体力残り少ないはずです。あ、ちょっと移動しないで。逃げられると下りが加速してしまう。よし、ナイス転倒だ。このまま終わってくれ。オッケークリア。お疲れ様でした。これで一旦恐竜化周りの問題は解決ですね。あとはドンドルマに戻って古竜防衛戦に加勢しましょう。筆頭たちがいるので大丈夫だと思うが、持ちこたえてくれよ。さ、いよいよ防衛戦だな。旅団メンバーそれぞれと特別な会話があるので、せっかくなので聞いて回りますね。
読む。よーし、作戦開始だ。キャンプはドンドルマ広場そのものです。本当に街のすぐそばまでモンスターが迫っています。我らの団ハンターの名にかけて絶対に守り抜こう。読む。どうやら間に合ったようだな。皆、持ちこたえてくれたようです。この防衛戦はクシャルを撃退すればいいんだけど、イベント性がかなり強いクエストだね。一応武器で攻撃できるのですが、多分兵器で攻撃した方が効率がいいと思います。仕様が特殊なせいで、周回するたびに何やればいいかわからなくなるよ。とりあえずリーダーと一緒に、大砲の弾でも詰めるか。大砲を連射するギミックは初登場ですかね。当たれば爽快です。よし、ファイヤー。おお、当たって墜落しました。あんな至近距離で当たったら、木っ端みじんだと思うが。どうしよう。降りて戦った方がいいのかな。これは上位クエストですが、相手はサビクシャルです。普通のクシャルよりコンドムが強くなってます。確か、類破壊もできない仕様なんだよね。まあ、戦闘要素ほぼないから仕方ないか。兵器ずっと撃ってた方が良さそうな気もしますが、いつもコツをつかむ前に終わってしまいます。クエスト自体は難しくもなんともないけど、下で戦うとちゃんとクシャルが強いんだよね。何やら、ガンナーが毒を撃ってくれるそうですが、ちゃんと当たるのでしょうか。こんな展開あったっけ？なんか、やるたびに全部忘れてるんだけど。一応、毒のエフェクトは見えてるな。しかし、なんか手持ち無沙汰ですね。あ、大砲が溜まったらしい。一人でせこせこ詰めてくれたのでしょうか。筆頭リーダー、けなげです。せっかくだし、大砲のとこ戻るか。さて、クシャルが正面にいないが、スイッチを押して移動させますかね。スイッチは横のこれだよな。怒られてしまいました。一緒に行きたいそうです。筆頭リーダー、よほどハンターと一緒にいたいんですね。可愛いとこあんじゃん。しかし、そんな二人をクシャルが引き裂きます。いや、そんな BL 的な展開、誰も望んでないんだけど。ちょっと適当に撃たないでください。何全発外してんですか。クシャルが急にスタイクから、他の筆頭がタゲ取ってんのかな。ちなみにこのクエスト、筆頭たちは無敵です。何が当たろうと不動で平然としてます。位判定ないんだよね、ちょっとシュール。
さあ、ここで満を持して大砲で移動します。これアトラクションみたいで楽しいよな。レールを見ると童心に帰れる。大量の火薬を積んでるので、物としては物騒ですが。クシャルが普通に高台に登ってきたけど、これ大砲当てられんのかな。めたいですけど、イベント戦なんで、ちゃんと定位置に移動してくれるでしょう。筆頭ガンナーが動かず照準を定めている。ちゃんとボウガン使えるんだろうな。イメージ的にはスナイパーが似合いそうですね。ヘビー担いでも良さそう。とりあえず弾集めてと。弾が装填されて、リーダーが大砲に乗ってます。ウキウキですね。なんか、OG の追加ストーリーは、筆頭たちにフォーカスされていいね。それぞれのキャラクター性がよく出てると思う。4の時は完全別コードウって感じでしたしね。さ、大砲でまたクシャルを叩き落とせた。しばらく地上戦かな。この後どうやって進むんでしたっけ？かなり探り探りやってます。巨竜砲が撃てるようになったらしい。確かこれを当てたら終わったと思いますが、場所どこでしたっけ？下から見てると似たような風景が続くから、どの辺にいるかわからなくなるな。とりあえず光線はやめて、巨竜砲を探しましょうか。すんごいちゃんと迷ってるな。自分のプレイだけど見てて笑けるわ。マップ北部。ありました。あれですね。立派なネオアームストロング砲だ。完成度高えなおい。プレイしてる時、ずっとこれ思い出してました。さてと、起動方法全く覚えてないけど、説明が欲しいな。あ、よかった説明してくれた。割とシンプルでよかった。筆頭ガンナー、頼りになりますね。ここから先、さらにめちゃくちゃ過保護になります。ミスりようがなかったです。さて、じゃあ一丁話しますか。ここまで頑張ってきたみんなの努力の結晶です。一発で決めましょう。
Ja. There's your step. Oh, there's no. Oh, there's Wednesday. Yes. Yummy. Em mỏi. Yes. Agorisa. Saria. Closed. Yes. Elia.はい。というわけで、無事クシャルは撃退できて、めでたしめでたしだね。村のメインストーリーは、これで終わりになります。エンディング流れてるけど、実況シリーズ的には全然まだまだ途中だよ。むしろ、村上位終わってからが、本格的に 4G 開始って感じだな。まだ上位で戦ってないモンスターがいるので、あと2から3パートくらいは上位になると思います。4G を1からやる場合、村上位を優先して攻略するのがいいと思うよ。合流石の存在もありますし、村は体力が低いので素材集めもしやすいですしね。セルレギオスなんかは、集会所上位だとイベクエ以外で出現しなかったりするしね。さて、じゃあ、エンドロールはさすがに切るけど、おまけムービーがあったので、最後それ見るか。MH4 や 4G のオープニング映像と合わせて見ると楽しめると思います。いやいいムービーだね。こういうハンターの日常を感じられるの好きよ。いろいろなストーリーを感じられましたね。というわけで、くっそ長くなったけど、今パートはここまでだよ。ラストなので、イベントやらムービーやら大量でしたが、なんとか詰め込みました。次回は、新たに解放される上位モンスターの討伐と、装備強化をやっていきます。いよいよメインコンテンツの G 級が見えてきたね。このシリーズも本番です。気合い入れ直していきましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。